自虐ですね。皆さんこんにちは。こんにちは。ワールドラケットのシャアです。安です。本日は月曜に向けての竹内知恵袋よろしくお願いします。お願いします。片面ペンドラがトッププレイヤーに少ない理由について、私自身ペンドラなんですけれども、そうですね。とっても難しいんです。割とペンドラ自虐ですね。難しいです。いるじゃんって言えばいるんですけどね、はそういう人、ほぼいないですけども今は。でなんで少ないのか、はい。なんで難しいのかっていうことに対して、こういうふうに解決策、提示してこういうふうにやっていけば多少なりともいけるんじゃないかっていうところをちょっと紹介していきたいと思います。箇条書きでまず難しい理由について紹介していきたいと思います。はい。まず動きが多い、動きが多い、隙が多い、動きが大きい、動きが多い、言わずもがなやっぱフォア使いたい人たちなんで、こういうふうに構えることが多いと、もう完璧に動きが大きくなるようなところに構えて、こういうところからですね。なんで動きが大きいから隙が多くなるっていう、ほぼほぼ一緒でいいです。ここら辺にサーブ出されてってなると動きが大きい、こういうふうにバック前もフォアでレシーブすることが多いと思うんで、やっぱりフォアを使ってなんぼでしょっていうところがあると思うんですけど、やっぱりフォアをいっぱい使えば使うほど隙がどうしても多くなってしまうと。だけどここら辺がまず難しいと。っていう感じですね。もうさっきと同じ展開を安に出してもらサーブをこっちに出してもらいましたけれども、やっぱ全然違うと。こうやって構えてここら辺を待ちながら取るのと、普通にこうやってやってある程度こっちにフォアに来たらフォア、バックに来たらバックで処理しようとするシェイクのスタイルだと、やっぱり全然この動きの多さとか隙の、少なさっていうのが全然変わってくると。バックの技術の幅が少ない、これも言わずもがなみんなわかるでしょうけれども、基本的に当ててポンって返すか、ちょっと押すかぐらいしかなかなかやっぱ難しいと。基本的にはやっぱり自分もバックのテクがそんなに多い方じゃないんで、もうあと1つぐらいしかできないですね。限定された状況でのサイドスピンショートぐらいしか。なので、球種としては3つとか2つぐらいですね。全身回転のボールとちょっと横回転を入れるぐらいしかないんで、やっぱシェイクの人に比べるとどうしても劣ってしまうと。やっぱりこういうのに対して強い全身回転をかけることが難しいので、やっぱそうすると動きを多くして隙ができてしまうという状況ですね。もちろんできなくはないですよ。できなくはないです。できなくはないですけど、やっぱりちょっとやっぱりこれいっぱい練習しなきゃいけない。シェイクだとそんなに練習量がいらなくてもちょっとできるかなと。サイドスピンとかは難しいですけれども、やっぱり全身回転に対しての、攻撃方法だったりとか、全身回転をかける、ちょっとミートロースとかっていうここら辺の多彩さと、やっぱり一番強いのはこの下回転に対する処理ですよね。やっぱり動かずに隙を作らずに攻撃、いわゆる攻撃に展開できる、ここら辺がやっぱりシェイクの、強みですよね。完璧に、握りが繊細、若年層の握るのが難しい、角ペンですけど、握りが繊細っていうと、これやっぱり握りがグリップがうまくいってないと、要するに技術ができないことが多かったり、うまくなりづらかったりすると。でちっちゃい子が今いないんであれですけど、もうこういうラケットを5歳の子が握れるかっていうのは握れないです。で中ペンもそうですね。やっぱりそもそもこれを握って卓球するのが難しいので、どうしたって人口が減っていってると。なるほど。手が小さいと。手が難しい。もう握れないです。単純にそうですね。単純にそこです。やっぱり若年層から始める人が増えて、このラケットの形状自体がもう小さい人が握れるようになってないと。
なんで昔であれば中学スタートの人が多くて、はい中学生ぐらいになるとようやくうまく握れるかなぐらいですね、小学校5年生ぐらいかなぐらいになるとようやく握れるかなって感じですね。言い方が悪いんですけどシェイクの方が大雑把です。これだともうぐらぐら動いちゃったり繊細なので、ここら辺のやっぱり指使いのうまさっていうのはすごく大事になると、こっちは大雑把なんですよね。もうフォアも手のひらで打つような感じ、バックも、手の甲で打つような感じでできるし、大雑把であるがゆえに台上とかの細かいタッチを出すところは逆に難しいです。ペンの方がこういう細かいところはやっぱりやりやすいんですけれども、結局指が下手くそだったら全部下手くそになっちゃうんで、シェイクの方が大雑把に握れて、なおかつキッズ用のラケットとかも出てるんで、そういったところで手の小ささにも対応してるかなというところです。フォアバックの力量の調整が難しい。ちょっといいですか、軽く、はい、軽く打とうとすると逆に球がボヨンボヨンいっちゃうんですよね。こうボヨンボヨン、収まりますけど、ここの球のコントロールの調整が結構難しかったりします。すみません、ちょっと下回転、球がめちゃめちゃ軽くなるとなんか本当に棒玉になっちゃうんで、ペンホルダーのフォアハンドってそもそも結構5、6割で打ったら全然いい球が出ないし、そもそもその入れるようにするのは難しいんですけど、やっぱりだからこっちは強く打ってなんぼの、強く打つと隙が多くなると強振しちゃうと隙が多くなっちゃう、いろいろつながってくるんですけど、バックだと逆にこの7割で振るっていうことがそもそも難しい。本当に2割か3割ぐらいでやるしかないんで、シェイクの人からしたらボールが全然怖くないと。これがこうやって7割ですらも打てない。バックはバックなりの7割があるんですけれども、こうやって7割で振ったとしてもシェイクの人からしたら結構 2割3割ぐらいの結構軽いボールだなっていう状況なので、やっぱりどうしてもプレーバランスがすごく悪くなってしまうと。ここら辺がざっと出しましたけども、ペンホルダーの難しいところと。おお、球が来る、軽く振ってもなんですよ、シェイクのどんなラケットを使ってもなんかシェイクの性質なのか、すみません、ラバー両面に張ってて重いっていうのもあるかもしれないですね。そうだね。逆に7割ぐらいで振った方がなんか球が収まる感覚がある、俺的には。逆にこの強振する方がなんか難しい、できなくはないけど、そんなにペンホルダーみたいに軽く振った時と強く振った時の差っていうのがそこまで大きくないかなって。もちろんフォア強振タイプの人が全然変わってくると思うんですけど、この7割で5、6割7割で振るシェイクはやっぱ隙を作らないで振るっていうところがやっぱりやりやすいなと。ここら辺の力量調整がやりやすいところですね。10割で振るっていうのはシェイクのこう構造上若干難しいですけれども、2割から8割ぐらいまでのこの感覚、力量の調整っていうのはシェイクの方がだいぶやりやすいなっていうのを、遊びで使いながら思っております。はい、ここら辺がシェイクとペンの差ですね。じゃあ実際のアクションプランについてやっていきましょう。ペンドラがこの不利を払拭する。そうですね、一応不利って言っちゃうとなんか気持ちがなえちゃうんで不便にしときましょう。不便、ここら辺を踏まえて、じゃあどうすればええねんっていうはいところを言わないと、夢も希望もなくなっちゃいますから。でも最初にどうしようもないこと言います。基本的に能力が高くて練習量が求められる線形なので、運動神経だったりスポーツが得意な人、もしくは小学生の時に違うスポーツをやってた人がやるのであればまだ大丈夫かなと。なるほど。それだったらシェイクでいいんじゃねってなっちゃう自分がいるんですよ。センスがあってできるんだったらわざわざペンにしなくてもシェイクでいいじゃんっていう
のがあるんで、ここは一応それでもペンでやりたいんですっていうんだったら能力、身体能力だったりボールタッチだったりっていうのは鍛えつつ、練習量もシェイクの人より多くしましょうとなるほど。いうところでございます。これは私の経験談っていうのもあるんですけれども、やっぱり動きが多くて隙が出やすい、そこをカバーするにはプレースタイルもそうなんですけれども、王道のペンドラでいくんであれば動いても隙が出ないように練習をするっていうところにフットワーク練習もりもりやろうということですね。では次にフィンガーワークをちゃんと身につけようということですね。ここら辺は詳しく話しちゃうとすごく難しいんですけれども、こういうふうにラケット、中ペンでもいいんですけれども、ラケットを親指、中指、人差し指の順で持ってもらって、親指と中指でラケットを操作してもらう。昔の人とかこういうペンホルダーの角ペンのラケットだとどうしてもここにコルクがあって引っかかりがあるので、こうやって持っちゃう人がいるんですね。人差し指から人差し指、親指って持っちゃうとどうしてもこうドライブができない持ち方、ミートが先行してしまう持ち方になってしまうので、これだとちょっと、難しい。ミート多く使うんだったらいいですけどね。でも人差し指が先行しちゃう持ち方だとどうしてもこの昔の人たちのこういうショートになっちゃうと。これね、今現代卓球じゃない遅い卓球の時は良かったんですけど、今はやっぱプレーが早いんで、こんなんやってたら間に合わないんで、こういうふうに親指主導でラケットを動かしてもらって、プレーをしてみてください。ここら辺のフィンガーワーク、もうね、台上とか細かいフォアハンドの時の指の力の入れ方とか細かいのあるんですけど、まずはここの基本グリップというか基本姿勢が、できてないことにはなかなか難しいんで、基本的には親指主導、親指と中指でラケットを動かしましょうっていうところをちょっと守ってもらえばいいかなと思います。大技を極力減らす。なるほど。ちゅうわけでやっぱ来るんですよね、質問が。バックハンドどう振んねんと。バックハンドを振ったら、振る状況に持っていかれてるっていうか、もう結構死亡案件なので、なるほど。なるべく振らないようにする、なるべく大技ビッグスイングをしないようにするっていうところをちょっと心がけてほしいなと思います。下がった時にバックハンド振るのは仕方ないんですけど、なるべくこういうふうに下げさせられたら前でポンって返してあげるだけでも、シェイクの人からしたら「うわ前についてくるんか」っていう感じになって全然違うんで、ちょっともう一回やっていいですか。おお。これ相手全然予測してないんで、こう飛ばしたらこうやろって思ってるんですけど、飛ばした後にポンって前に出てショートしてあげるだけでも全然違うんで、なるべく大技を減らすと。でもフォアハンドの1キリのドーンっていうのは魅力的なんですけど、何でもかんでもこれ打てるわけじゃないんで、まずは大技を減らすところから。これもまずはこういうところからですね。小技小技でまずはプレーしていくというところをちょっと意識してやってください。若干言いかけたんですけど、相手の隙を作る技術を磨きましょうということでございます。やっぱり強振しやすい、どうしたってこっち強く振ってしまう、大きく振った方がボールが入りやすいラケット、例えば持ち方なんで、やっぱり小技小技って言ってもちょっと難しい面があると。でも何でもかんでも強く振っちゃうと、強く大きく振っちゃうとプレーがうまくいかんというわけで、大きく振るような、大きく振っても大丈夫なようなボールを誘うのがすごく大事と。すみません、ちょっとサーブ出してもらっていいですか。今のも小技もうちょっと安いいなくなっちゃいましたけど小技今のも小技小技ですね。まだストップ小技、なんだかんだ処理結構うまかったと。低いボールが返ってきた。そしたらもう一回小技で崩すと。でようやく次で多分強振できるボールが来るかなぐらいですね。で基本的には大技は最後に取っとかないとダメです。シェイクは中技ぐらいですね。小技中技ぐらいがいけるんですけど、ペンは小技と大技のこの幅で、ここの中があんまりないんで、小技小技小技ドーンっていうところ、ちょっとじゃあ長そう
っていう感じですね。フォアにやろうかと思ったらちょっとバックみたいな、まあ、バック前に出してくれたらいいんですけどね、こういうふうに。いやまあ今バックに出してくれてるんでできますけど、ただこういう小技がすごく必要になってくると。ちょっとじゃあフォア前出してもらっていいですか。吸って入って若干逆モーションとか、こういうところが必要になるところですね。はい、なのでチャンスを作る小技を身につけようっていうことです。まあそれは今一応大事な技術でやりましたけれども、例えばごめんなさい、ちょっともらっていいですか。はい、例えばこうやってこれをミドルにちょっとかけるだけでもいいです。今ちょっとびっくりしました。はい、急にやったんで急にやったんでびっくりさせました。やっぱり、これだけでまあレシーブならレシーブ台上もそうですし、ループならループでコースを狙うとか、まあ、あとはやっぱりサーブですね。一番は、まあ、今どうしたってペンホルダーの人口って少ないんで、どうしたって見慣れないサーブを出せると。ちょっとモーションつけてあげたりとか、ここら辺の小技なんか、まあ僕サーブ全然下手くそなんであれですけど、なんかとりあえず、相手がわってなるようなサーブを出すと、まあそこら辺は知恵袋いっぱいあるんで、そこら辺を参考にしてください。これは仮説なんですけれども、ペンですね。ペンの生徒だったり、まあ、ペンのプレイヤーはペンを知ってる人しか教えれないんじゃないかと私は思っております。なるほど。はい、その中で安はね、俺の中ではシェイク勢ですけど相当ペンがうまいです。ペンを知っててペンの指使いはすごくうまいです。ありがとうございます。大体シェイクの人でどんだけうまい人、すごいうまい人でも絶対こうなるんですよ。絶対じゃないですけど大体こうなるんですよ。なるほど。こうやってなるほど。それがちゃんとこうやって出るだけでもやっぱ全然違いますね。そうですね。はい、まあなんならシェイクの人でこう出るとかじゃなくてペンの上手じゃない人はやっぱこうなっちゃうんですよ。まあなってますね。ここら辺がこうやってなっちゃったり、やっぱり動き方とかも全然違うじゃないですか。僕もシェイクやっぱりオールのプレーでやったらうまくできない。こういう風にこの状態でバック振らなきゃいけないですけど、ペンってこうじゃないですか。そうですね。こうですね。はい、なのでここら辺がやっぱりシェイクなんですけど、安野はすごく理解が、まあ、普通のペンの人より進んでるなというのを、まあ、遊びながら感じてるんですけど、片面ペンホルダー、まあ、今回はこの日本式ペンで紹介させてもらいましたけれども、難しい理由だったりトッププレイヤーが生まれづらくなってる環境がどんどんできてきてて、やっぱりペンの普及してくださいみたいなこと言われるんですけど、環境には勝てない。まあそうですね。環境には勝てない。やっぱり自分自身も卓球の研究っていうのをすごくしてて、やっぱり考えれば考えるほどペンが生き残っていくのはすごく難しい。このラケットをいいのを作ったところで感もやっぱり正直なところあったりするので、まあ、その中でも、まあ、自分はたまたまほぼほぼ最後の世代、全国大会である程度活躍してた最後の世代なので、まあ、そこら辺で、まあ、いいプレーを見せる、まあ、エンタメ要員としては多分かなり最適な男だと思ってるんで、そうですね。この人とこの人は最適だと思ってるんで、そういったところで、まあ、いいプレー見せたりとか、まあ、みんなで元気が出るようなプレーができたらいいかなと思います。今回はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。優秀な指導者や卓球上級者の視点、感覚を分かりやすく伝え、教え上手な人を増やす活動に取り組んでいます。ご声援よろしくお願いします。